インドのダブルベッドはちょっと変わってて、なんと2人寝れます。ってことはってことは、知らん人が来るかもしれんってこと？ビンゴー。ビンゴじゃないし。あ、オッケー。終わった。終わりました。おー、グーグー。バス停まで飛ばせって言ったら、めちゃくちゃ飛ばされてめっちゃ怖いんやけど、インドのオートリキシャは高速を走れるんですね。すごい寒い。はい、ってことでね、今我々はインドのアグラにあるバスステーションに来てます。来ています。はい、今回ね、インドの寝台バスがあまりにも面白すぎなんで撮ることにしました。はい。インドの寝台バスってもう僕ら1回乗ったことあるんですけども、ジョードプールからアグラまで13時間かけてきたんやけど、全くしんどくなくてね。っていうのも寝台になってて寝れるんですよね。結構快適やったね。そうそう、ベッドになってる。もちろん座席もあるけど寝れる席もあって、今回ね寝れる席を紹介します。日本にもね寝台バスはあるんやけど数は限られてて、でもインドは寝台バスが一般的なんやね。そうやね。それもカラフルやんね、結構中が。前斉藤君シングル乗ったやんか。その時横の席見た？もう見たよ。どんな席やった？座席2列ぐらいの座席。そう、座席とスリーパー席って言って寝れる席も、トゥルルルトゥルルっていうのがバスのクラクションやね。座席と寝台席があって、今回はね斉藤君に座席じゃなくてまた寝台席に座ってもらおうと思います。やったー。で今回はねシングルじゃなくてダブルってやつがあるねんか。ダブルベッド。ダブルで寝れるってこと？そう。あった。ただインドのダブルベッドはちょっと変わってて、なんと2人寝れます。2人で僕がシングルで、斉藤君はダブル、俺が隣にいるわけじゃないねんか。ってことはってことは、知らん人が来るかもしれんってこと？ビンゴー。ビンゴじゃないし。どういうこと？知らんおっさんが？あ、そう、知らん人と寝るのがインドのスタイルらしい。いや、そんなことないでしょ。いや、これインドやからこそあり得ることやで。いや、普通に考えて一人で乗るのにダブルなんか取るわけないやん。いや、でもインドでは知らん人が隣同士っていうのは当たり前らしいねんか。マジで？でインドって来てみて思わんかった？パーソナルスペースがすごい近いやんか。近いな。列に並んでても、後ろの人が前の人の背中にお腹つくぐらい間を詰めんねんか。それなんでかというと、列に割り込む人が多いからそれを防ぐためやけど、後ろ向いてもらったらパーソナルスペース近いことが分かるかも。そうそうそう。あ、うまい。近い近い。みんな見てる。いやー、これぐらい近いってことが。そうそうそう。けど可能性としては、誰も乗ってこへん可能性もあるってこと？ある。はい、今から斉藤君に秘密で斉藤君が寝る予定のダブルシートの予約をしたいと思います。ただね、ダブルシートを予約しても、もし誰かが隣に座らないとその動画ちょっと面白くないんで、もうすでに誰かが座ってる席の隣を撮りたいと思います。で、このバスで言ったら、ここの部分がグレーがかってるじゃないですか。ここはもうすでに誰かが予約してる席なんで、その隣、ここを予約取りたいと思います。ピコン。これで OK。もうこれで斉藤君の隣には絶対誰かが来るっていう状況ができました。もうこれインドバスガチャっていう感じだよね。そうそうそう。ああ。で、前ね、ジョードプールからアグラ行くバスを待つのに3時間待ってたんやけど、今回何時間ぐらい待つんやろうね。インドって遅延当たり前やし、今回のバスも、1回キャンセルされてんか。マジで？だからキャンセルして今日取り直して。取れた。で、急遽ダブルとシングル取り直して。やけど、マジで？じゃあ乗っていきましょうか。頑張りましょう。てかすごくないこのインド人の数。めっちゃ多い。アジア人俺らだけ。で、俺頼んだのはこれハーブブーハージってやつ。なんかバタートーストと、あとこの辛そうなカレー、バターチキンかな。ぽい。食べてみようか。そこまで辛くないもん。辛くないの？あ、辛いわ。辛いね。後で来た。辛いこれ。うまい。ボリューミーやね。焼きたてでめっちゃうまいわこれ。バターも若干効いてるか。あとお決まりの玉ねぎとトマトやね。インドらしい。こういうのあんま食べん方がいいみたいやけどね。生野菜やからね。一応超チフス売ってるから大丈夫だけど俺はワクチンね。インド来たらあまり生野菜は食べない方がいいですね。あと肺がすごいよね。もう気にしなくなったけど。バイバイ。
斉藤君、もしかしたらこの中にあなたと一緒に一夜を過ごす相手がいるかもよ。パートナー。うん。選べんのパートナー。選べん。ランダム。できるだけ細くて、うん匂いのきつくない人がいい。ああ、確かにね。もしくは、うん。誰もいないうん。がベスト。それはないと思うけどな。俺はそっちにかける。オッケー。うん。楽しみやね。いけると思う。頑張る。インドには至る所に野犬もいるんで気をつけてください。噛まれたら絶対ワクチンは打った方がいいよね。噛まれてみようか。ヒンディー語で行く先書いてるから、どのバス乗るか全然わからないから、インドでバス使う人は絶対に周りの人に助けを求めてください。聞いたら教えてくれるんで。あと、バスの前面の運転席の上を Google 翻訳のカメラ入力で翻訳するのが一番ベストやね。あとバス名とかも書いてあるのね。で、今回のバスは、レッドバスっていうアプリで撮りました。で、レッドバスにはバスのトラッキング機能がついてて、こんな感じで今のバスの位置と自分の位置を表示してくれます。で、俺ら乗るバスは結構遅れてんね。まあ前は3時間待ったから、今回はまだマシかな。今、バスを4時間待ってます。本来は7時15分のバスやったんやけど、それが遅れて10時15分。要は3時間遅れるって言ったんやけど、その時間になっても来ない。で、今1時間待ってます。今バス乗り場なんやけど、こんだけいっぱいバス来てんのに、俺らのバスはまだ来ないっていう。もうインドのバス嫌いです。早く寝たい。で、今から13時間かけて、ジョードプールからアグラまで行きます。うっす。もっと早く来そう。1時間ぐらい遅れぐらいかな。うん、まあ当たり前やね、インドでは。バス来たかも。1時間遅れ。うん、ありがとう。RS ヤダブって感じする。これヤダブ。なんかちょっとドキドキしてきた。あれ通り過ぎたで。あ、来たで。あれや、あれ。バラなしって書いてある？わからん、行ってみよう。違うんかな。あれ違うのかな。 No？ オッケー。窓開けて乗ってるよみんな。結構満帆に乗ってるで。全くバス来ません。このレッドバスを見ると、なんかもうバスが行ってしまったって表示されてて、それも9時36分に行ったとか書いてるのか。で、近くにいたスタッフに聞いたら、あと20分後に来るということで、遅れてもいいけど、ちゃんと来てほしいよね。そうやな。ちょっと不安定すぎて、インド初心者の方は列車の方がいいかもね。バス乗るのちょっと難易度高い。あれ？いや、違うっぽい。違うか。聞きに行ってくれてるのかな。ああ、ありがたい。全然来ないね。じゃあもうシングルとかダブルとかもうどうでもよくなってきて、とりあえず乗りたい。うん、うん。確かに。不安。バスが来おへんのか来んのか分からへん。オッケー。バラなし。オッケー。Thank you. S8? S2? はい。そっち？ここ？オッケー。終わった。終わりました。Can I bring a bag? Yes. なんか、オッケー。お兄さん喜んでんねんけど、なんか。よいしょ。Nice to meet you. バラなし？ No. No. Whatever. バイバイ斉藤君。おやすみ。Okay. Today, Japan. Japan. Yes. India? Oh yeah. मेरा नाम साइतो है. Meरा naam Suhail hai. My name is Suhail. スーヘイ。アキさん、寝れなさそうやわこれ。My friend. アキ。 Akhil. はーい。はい、グー。あ My れがダブルの席で friend. す。めっちゃ喋りかけてきて寝れないって言ってます。 Is the Agra. アーグラ。いや。はい、こちらがインドの寝台バスのトイレです。台はできひんか。小できるだけまだましやね。女性どうするの？女性はこうでするんか。なるほどね。台はできひんタイプかな、これは。物理的にできひんな。ちょっとトイレしてみたんですけど、ものすごい揺れてしにくいですね。あと、ここにお腹が当たって自分がしてる姿が見えないから、ちゃんとここに入ってるのかわかんない。で、僕の席はこちらですね。ちょうどいいでしょ。一人席でシングル。広さもちょうどよくて、僕170くらいあるんですけど、身長が170で
首が少し折れるぐらいかな。まあ足を折って寝れれば全然寝れますね。で、まずこの足元にカゴがあって、水とかお菓子とか物入りになってますね。で、あとここにコンセントがついてる。で、これ椅子があって枕。で、こういう感じでブランケットもありますね。なんでブランケットがあるかというと、あそことここからすごい冷たい冷風が入ってきます。なのでブランケットだけでも寒いと思うんで、もし寒がりとか冷え性の方はユニクロのウルトラダウンとかそういう系おすすめします。で、外はこんな感じで車窓を眺めながら優雅なバス旅を楽しめるっていう仕様ですね。で、横を見ると斉藤くんは隣のお兄さんと喋ってます。楽しそう。あれは多分寝れそうになさそうですね。Hi, my friend. Yeah, good. てか、音楽うるさ。これ乗客が音楽鳴らしてるんじゃなくて、ドライバーが音楽を爆音で前の方で鳴らしてるね。インドやったら乗客がうるさくして周りに迷惑かけるっていうのはわかるけど、ドライバーが音楽を爆音にかけるって面白い。で、まだ1時間経ってもこの2人は永遠と喋り続けています。何を話してるんやろ。いやー、シングル席はものすごい快適ですね。斉藤くんは先ほど今日は多分寝れないと言っていました。よかった、シングル席で。ドライバー席で音楽を爆音に鳴らされているので寝れません。僕みたいに音を気にする方は耳栓必要ですね。で、このバスね、比較的綺麗で、前に乗ったバスはこういう扉じゃなくてカーテンでした。なので音ダダ漏れですね。このドア閉めたら遮音性あるのか知らんけど、音はだいぶマシになります。で、この客層もまだいいね。こんな感じで座席の人もいるわけです。寝台と座席があって、みんなね、座席の人夜になったらこの床に前のバスでは寝てはったんですよね。そういう床に寝てる人が全くいなくて、すごい治安がいいというか、本当に前の時びっくりして、なんでびっくりしたかというと、カーテン開けた瞬間バイオハザードみたいにみんな倒れてて、ああどういう意味って言って全く理解できなくて、その時は。で、後で気づいたら椅子に座ってる人が全くいなくて、あ、そういうことかと思って、みんなね、床に寝るみたいですね、インドでは。で、光がね、ちょうどその時緑色やって、本当にバイオハザードの世界でしたね。I will like this Japanese snacks. Little spicy. Is it spicy? Yeah, Very spicy? very spicy. Yeah, thank you. Try it. I will try Alright. it. Yeah, そのまま。I can eat. Yes. No. Spicy, not spicy. Yes, spicy, very tasty. Tasty. Yes, I will taste it. We will any more? Yes. 美味しい。This is a rice. This is the rice. This which it? And なんつったかな。わかめ。 Wakame matlab? C なんて言ったやろ。わかめってなんていうの？シーウッド。Do you know? 美味しい？ It is. I will eat it. Good. Ah. こんな感じでね、めちゃくちゃここら辺綺麗くないですか？インドのお祭りでディワリってやつがあって、それはね、何かというと、インドの正月みたいな感じで、新年を祝うみたいで、こんな感じで自分の自宅をイルミネーションで飾るんですよね。あと爆竹や花火とかで新年を祝ったりするんですよね。ものすごい日ですね。この街全部イルミネーションですよ。今日が当日かな。せっかくならね、ディワリの街の風景を撮りたかったんですけどね、すごいカオスですよ。もう爆竹とか花火でもう耳が痛い。ちなみにディワリとはヒンドゥー教の光の祭典です。インドで最も大きな祭りの一つである。闇に打ち勝つ光、悪に打ち勝つ良心、無知に打ち勝つ知識を象徴しているそうです。She is a singer. Is singer. She is dancing. Dancing, yeah. I like Bollywood. This song is Bihari song. Bihari song. Yes. Yeah. 前に来るとすごい爆音です。
一応これ寝台バスですよ。すごい。夜行バスには全くと思えないです。日本の寝台バス見たらびっくりするんちゃう。ここがインドの料金所かな。あ、そうやね。料金所でした。料金所の監視塔みたいなところもイルミネーションで飾られて綺麗ですね。で、ちなみにこのバスの中若干ね臭いですよ。っていうのも僕の席が一番前で、その扉を挟んでトイレなんですよね。ドライバー席へつながる扉が開くたびにトイレの匂いがツーンとしてきます。前の席いいんですけど、まあ取るとしたら真ん中あたりがいいんじゃないですかね。See you. Thank you. Have a good day. はい、ついにこの時が来ました。出発してから約4時間が経つんですけども、見てください。じゃじゃん。ちょっと寂しいんですが、相棒が旅立っていきました。ついにツインベッドを独り占めです。イエーイ。ツインベッドを共にした相棒、なんと21歳でジーンズ職人をしてるみたいでした。で、室内ではインド映画の YouTube を一緒に見たりとか、片方のイヤホンで1本ずつちょっとカップルみたいなことをして過ごしたり、あとお互いのことの Google 翻訳を通じて話をしたりとか、すごいフレンドリーでいいやつでした。いや、意外とインドの文化を触れるというか、そういうのについてはこういうツインベッドの深夜バスを使うのは結構ありなんかなと思いました。今回たまたま若い青年でいい人と出会ったんだかもしれないんですけども、すごい良かったです。ここからバラナシまで約4時間ぐらいかかるんですけども、その貴重な4時間ぐっすり寝たいと思います。明日に向けて体力を回復させます。それじゃあおやすみなさい。おはようございます。今起きました。何時だろう。6時37分です。ってことは6時間ぐらいは寝れたんかな。やはりシングル席は快適ですね。このエアコンもね調節できるんで、今ちょっとね起きてから暑かったんでエアコン調節しました。で、カゴ、ここが物置ですね。今なんか止まってるのかな。インドの田舎。この車両がね多分ねインドの寝台バスでも設備いい方やと思いますよ。で、ここにコンセントついてて、ちなみにこの車両はベンツのはずだからいいのかな。よいしょよいしょ。Hello, Sam. Good morning. はい、バイバイ。 Bye, bye.おい、オッケー。おい。You are going? You are going? バランス。はい、どうくん。ああ、疲れた。もう早速ね、力車のお兄さんに声かけられて。力車？ You are. あ、wait. Where are you from? Japan. Japan. Yeah. Wow. こっち。いや、疲れた。めっちゃ疲れたよ。いよいよバラナシ着きましたね。念願のバラなし。 10時間よりちょっと早かった。そうやね。うん。早ついた。はい、どうこっち。もうこれね、撮影してる間も話しかけてくるから、これで撮ろうもオッケー。う。で、どうやったバスは。いや、バス寝れへん、マジで。寝れへん隣の人とずっと喋ってて、ずっと喋ってたよね。そうなんか、うんインド映画の YouTube めっちゃ2人で見てて、あでイヤホン片方ずつ、もうカップルみたいな感じでずっと聞いてて、おーイエーとか言いながら、あんまりよく分からんけど、分からん時は Google 翻訳でもうやり取りしてたんやけど、なかなか寝れへんのよ。疲れた。疲れた。それ疲れるよね、あれ。いや絶対シングルの方がいい。いくらいい人やったとしても、うん。シングルがやっぱり落ち着く。俺はあの扉を閉めたら、うんすごい静かになって寝れた。そうあ、てか手どうしたんですか。そうこれ、最後にこれうん。バスがめっちゃ揺れて、うん。もう広いやんか、広いからガンガン行って、壁にうん。バスブン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 、青ゴートガンガノーできてるやんか。そうやね、もうむちゃくちゃやでこれ、まあしょうがない。しょうがないねこういうのはね。で、ちなみにバラナシの次はこの方行くんやけど、うん次もダブルシート。いやほんまに嫌や、あれ嫌や、寝れへん。
や待ってもう2回チケット取ってるから。じゃあもうほんまやめてマジでやめてほしいマジでもう嫌やということで、あと続きもありますので。じゃあほんまやめようほんまやめよう俺シングルがいい、で交代しようないな。どっちの気持ちも分かるようにしようや、共有しようその共有しても意味ないやろ。座席にするもうそれできついわ14時間。じゃあもう日本人だけでめっちゃ声かけられんのよ、2人で喋っててさらになんか下からも来たからね、やめようもうじゃあ、そういうことで。ゆっくりしようバイバイじゃない